オール・フォー・ワンが完全復活し、混沌を極める戦場で地獄の展開が続いている僕のヒーローアカデミア。あなたが一番重傷だと思うヒーローは誰ですか？腕が吹き飛んでも戦い続けるミルコ。ということで今回は最終決戦で重傷を負ってしまったヒーローたちを解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたはそろそろミルコ休ませてあげようよと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。1人目の重傷者は轟ショウトです。轟くんは今どんな状況なの？オールマイトとオール・フォー・ワンが死闘を繰り広げた上の区グラウンドゼロでダビと交戦した轟ショウトは、ダビの双円を鎮火するため個性の威力を爆発的に高める新技角灼熱剣輪を使い、氷結系個性の奥義代表解消でダビを町丸ごと凍りつかせることに成功します。最終決戦で最初の白星を挙げたんだよね。しかしその直後、もともと母親から氷の体質を受け継いでいたダビを完全に凍らせることはできず、さらに角灼熱剣輪までコピーされてしまったことでさらに火力を増し、復活したダビの熱気に当てられ動くこともできず、エンデバーの元に向かおうとするダビを呆然と見送ることしかできませんでした。白星が一転して最悪の展開になってしまったんだね。バーニンは今どんな状況なの？エンデバーに轟ショウトのサポートを頼まれたバーニンは上の区でダビと交戦。準備に時間がかかる轟ショウトの新技角灼熱剣輪を発動するまでの時間稼ぎとしてダビの超火力をしのぎ続けるバーニンでしたが、炎への耐久力が限界を超えてしまい、全身に大やけどを負って倒れてしまいます。体を張って轟くんを守り続けたんだね。一度はダビに勝利したかと思い勝利宣言を上げるバーニンでしたが、突如としてダビが復活。エンデバーをも超える火力の前に身動きが取れず、ダビを取り逃してしまいました。炎に耐性があるバーニンでも耐えれない火力ってヤバすぎる。次の重傷者はオニマート起動です。エンデバー事務所のサイドキックの2人だね。エンデバーの優秀なサイドキックとして数々の修羅場をくぐり抜けてきた2人は、バーニンと同じく轟ショウトのサポートのために上の区でダビと交戦しました。ダビの猛攻を体を張ってしのぎ、轟ショウトを守りきることに成功し、一度はダビに勝利した轟ショウトと炎のサイドキッカーズでしたが、ダビを確保しようとした直後、執念で復活したダビに捕まり、オニマーは焼き尽くされてしまいました。炎耐性が高いオニマーさんでも無事に済みそうにないよ。オニマーの近くにいた熱耐性がない軌道も同じく丸焦げになっているので、ダビの双円によって消し済みになっている可能性が高いですね。次の重傷者は波動ねじれです。ねじれちゃんは今どんな状況なの？ヒーロー側の最高戦力として信楽と村との決戦に挑んだ UA ビッグ3。ふわふわとした不思議ちゃんという印象だった今までの彼女とは違い、声を荒げながら必死に信楽に波動を叩き込みます。最終決戦のねじれちゃんはかっこよすぎる。しかし信楽には傷一つつけることができず、それでもなお諦めずに戦い続けますが、信楽が放った即死級の攻撃を食らい、意識不明の重体になってしまいます。ねじれちゃんは死んでしまったの？信楽が攻撃する直前、レストジーニストが信楽を拘束しようとする描写があるため、若干威力がそがれたおかげで彼女は一命を取り留め、ミリオによって救助されています。お腹がズタズタになってたから、もう戦線復帰は難しいかもしれないね。次の重傷者は天敷玉木です。天敷くんは今どんな状況なの？ねじれちゃんと同じく信楽との決戦に挑んだ天敷玉木は UA ビッグ3による合体技混成体化波動砲を放ち、信楽を消滅させようと視力を尽くしましたが、ほとんどダメージが入らず反撃を受けてしまいます。ギガントマキアも倒せそうな波動砲が全く効かないなんてチートすぎるよ。第2形態に進化した信楽による渾身の一撃をもろに食らってしまった天敷は瀕死の重傷を負い、戦線を離脱してしまいました。天敷くんは死んでしまったの？信楽の攻撃の直前、ねじれちゃんの波動が信楽の攻撃を邪魔していたため即死は免れましたが、戦線復帰できるような状況ではなく、かろうじて息がある状態のところをミルコに救助され避難しています。次の重傷者はミルコです。
ミルコは今どんな状況なの？ UA ビッグ3と同じくヒーロー側の最高戦力として死柄木と交戦中のミルコは、正直なところ何度死んでいてもおかしくないくらいの攻撃を受け続けており、最終決戦ではダントツの重傷を負っています。両手が吹っ飛んで足がぶっちぎれても食らいついていくミルコの闘争心がすごすぎる。ほぼ四死欠損状態のミルコは何度も即死級の攻撃を食らいながらも立ち上がり続け、死柄木にダメージを与えることに成功しますが、第2形態に進化した死柄木によって致命的な一撃を受けてしまい、瀕死の状態になってしまいました。ミルコは死んでしまったの？誰よりも重傷を受け続けたミルコですが、一瞬気絶するもすぐに意識を取り戻し、デクと死柄木が交戦開始した隙をついて天敷玉木を救出して避難しています。両腕がないのにどうやって運んだんだ？次の重傷者はベストジーニストです。ベストジーニストはどんな状況なの？ベストジーニストはミルコや UA ビッグ3と共に指揮サポートするリーダーとして死柄木と交戦していました。ベストジーニストがいるだけで心強い。死柄木に先制攻撃を成功させたベストジーニストはファイバーマスターの個性をフル活用し、仲間のサポート、足場の形成、死柄木の拘束と子牛の要として活躍するも、何度も死柄木の致命的な攻撃を受け重傷を負ってしまいます。全面戦争編で仮死状態になっていた影響で、もともと体がボロボロなのにさらにボロボロになっちゃうよ。致命的な重傷を負ってしまった爆豪を守るために、瀕死の重傷ながらも必死に弟子を守ろうと覚悟を固めた直後、隔離されていたデクが戦場に到着し、死柄木と交戦を開始したことで一命を取り留めています。個性も使えなくなるくらいボロボロの状態だったから、まだ油断はできないよね。かっちゃんは今どんな状況なの？結論から言うと死亡しました。そんな最初の犠牲者がかっちゃんだなんて。ベストジーニストと共に死柄木と交戦していた爆豪は、爆破の境地クラスターと面制圧重装機動ストレイフパンツァーを携えて猛攻を仕掛けるも、死柄木にはほとんど通用せず一方的に蹂躙されてしまいます。デクへ精神的ダメージを与えるために執拗に狙われている感じがするよね。腕が破壊され重傷を負いながらも立ち上がり、爆破の個性を覚醒させ全身起爆モードを習得した爆豪でしたが、その負担に心臓がこらえきれず、心臓が内側から爆発、心停止状態になり死亡してしまいました。死柄木の攻撃っていうより自分の個性が体の限界を超えちゃった感じなんだね。破裂した心臓を修復するためにエッジショットが治療に当たりますが、未だ窮地を脱することはできていないのが現状です。次の重傷者はエッジショットです。エッジショットはどんな状況なの？エッジショットも対死柄木戦の精鋭として参戦しましたが、無限の再生力を持つ死柄木には致命傷を与えることができず、徐々に命を削られていきます。エッジショットの個性って対人間用の個性だもんね。戦いの最中、爆豪の心臓が破裂してしまったことに気づいたエッジショットは、自身の体を糸のようにできる個性獅子の最終奥義忍法千枚同士曲を発動。自分の命を爆豪のために使うことを決意し、自分が犠牲になることが前提の救命措置に取り掛かります。かっちゃんかエッジショット、どちらかは確実に死んでしまうのが確定したんだね。次の重傷者はエンデバーです。エンデバーはどんな状況なの？オール・フォー・ワンに唯一対抗できるヒーローとしてホークスと共にオール・フォー・ワンとの決戦に挑んだエンデバーでしたが、トラウマを刺激するオール・フォー・ワンの攻撃によって精神を揺さぶられ、一瞬の隙を突かれたことで脇腹をえぐり取られます。ダビの一件で崩れかけた精神をすかさず攻撃するオール・フォー・ワン、性格が悪すぎる。なんとか戦線復帰するも片腕を吹き飛ばされてしまうエンデバーでしたが、最後の気力を振り絞りオール・フォー・ワンを倒すことに成功します。しかしエリちゃんの巻き戻しの個性を使い、全盛期の肉体に巻き戻っていくオール・フォー・ワンと黒霧のワープゲートによって戦場に現れたダビ、無数に増殖し襲いかかる戸賀卑弥呼が変身したトゥワイスと満身創痍のエンデバーに次々とヴィランたちが襲いかかり、絶体絶命の状況になっています。ミルコの次くらいに重傷だけど、そう考えるとミルコのタフさが際立って見えてくるよ。
次の重傷者はホークスです。ホークスは今どんな状況なの？頂上解放戦線との全面戦争でダビと交戦し、強欲をほとんど焼かれてしまっていたホークスは、火傷がろくに回復していない状態で最終決戦に挑みました。強欲がほとんどなくなっちゃってるね。開戦直後から満身創痍のホークスですが、尋常ではない精神力でヒーローたちを指揮し、オール・フォー・ワンを追い詰め、一度は倒すことに成功しましたが、全盛期の肉体に巻き戻ったオール・フォー・ワンには手も足も出ず、足止めすることが精一杯の状況です。でもさ、ホークスがいなかったらここまでオール・フォー・ワンを追い詰めることはできなかったよね。巻き戻り続けるオール・フォー・ワンに対して決死の時間稼ぎを行うも、強欲をほとんど失ったホークスはオール・フォー・ワンの攻撃を避けることができずに殺されてしまいました。ホークスが死んじゃったらどう考えても終わりだよ。ヒーローサイドの精神的支柱を失い、誰もが絶望したその時、ケミーの幻惑によって作り出されていたマボロホークスがオール・フォー・ワンを欺いたことで致命傷を免れており、合流した止血高校のヒーローたちと共に反撃ののろしを上げます。正直エンデバーよりヒーローたちをまとめるリーダーの役割を果たしているよね。次の重傷者はジロウ教科です。ジロウちゃんは今どういう状況なの？常闇と共にホークスたちのサポート要員として群河山荘跡地に配置されていたジロウ教科は、エンデバーが戦線離脱した穴を埋めるためにオール・フォー・ワンに立ち向かいます。サポート個性のジロウちゃんがまさかオール・フォー・ワンと戦うことになるなんて。必死に攻撃するも一切通用せず、逆に弱点扱いされ集中的に狙われるジロウ。個性の要である片耳を欠損してしまい、絶望的な状況に追い込まれるも、彼女の魂の叫びがオール・フォー・ワンに取り込まれた個性たちの意志を覚醒させ、体の自由を奪うことに成功します。ジロウちゃんの思いが奇跡を起こしたんだね。その後は常闇と共に戦場を飛び回っていたジロウでしたが、常闇がダークシャドウの力を蓄えるために一時的に戦線を離脱しています。オール・フォー・ワンを追い詰めるきっかけになったのがジロウちゃんだったっていう展開が神がかってるよ。次の重傷者は小森キノコです。キノコちゃんは今どういう状況なの？個性の使い勝手の良さと凶悪な制圧力から、いつも過酷な戦場の最前線に送られがちな小森キノコは、一番危険な戦場群河山荘跡地にてオール・フォー・ワンと手下のヴィランを分断するためにプロヒーローに混じって最前線で戦っています。 B 組でいつも一人だけ最前線に送られていてかわいそう。ダビとトゥワイスが流れ込んできた時、あまりの絶望に諦めかけていた小森キノコでしたが、それでも懸命に戦い続けるも、オール・フォー・ワンが放った広範囲攻撃に巻き込まれ生死不明の状況になっています。このシーンドラゴンボールだったら確実に消滅している描写だよ。最後の重傷者は森林カムイです。森林カムイは今どんな状況なの？小森キノコと同じくエンデバーのサポートとして群河山荘跡地に配置されていた森林カムイは、ヴィランの捕獲、仲間の救助と重要な役割を担っていましたが、オール・フォー・ワンが放った複合個性の範囲攻撃により完全に消滅してそうな描写を残し、生死不明の状況になっています。地味にいい仕事してたのに、これは完全に消滅しているパターンだよ。ということで今回は最終決戦での重傷者をまとめて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら、まだ最終決戦で登場していないキャラの現状まとめ動画を作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ